世界を変える額というセリフをですね、このミスターサンデーで明かされたネームではですね、ガイモンのがさらにですね、重みを増したと言いますか。はい、ワンピースが大好きな神木です。今回はですね、この前9月5日のですね、ミスターサンデーの話になるんですけども、皆さん見られました？その中でワンピース特集っていうのがちょっと組まれて、幻のネーム大公開とか言ってですね、いきなり告知されたんですよ。そしてそれを見てみると、意外とですね、本当に初公開の情報がいっぱいあって、第1話ですよね。ロマンスドーン冒険の夜明けのプロットを書いたような、初期構想を書いたようなキャンパスノートっていうんですかね、130円のファミリーマートのノートが出てきて、タイトルもですね、ロマンスドーンじゃないですよね。麦わらのルフィ現るっていうタイトルで、第1話のことがたくさん書かれているであろうノートが公開されたんですよね。そしてその中もたくさんですね、写してくださって、いろいろ興奮するポイントっていうのはあったんですけど、その中でもですね、第1話の第1ページ目ですね、もう誰しもが見たことがある、ロジャーのセリフがですね、実はネームの段階では変わってたっていうのが分かったんですよね。一瞬映ったんですけども、今ですね、出てる単行本とかジャンプでは、ロジャーがですね、言ったセリフっていうのは、俺の財宝か、欲しけりゃくれてやるぜ。探してみろ。この世の全てをそこに置いてきた。この有名なセリフなんですけども、そのミスターサンデーの中で明かされたネームではですね、こういう風に書いてあったんですよ。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやるぜ。ここまでは一緒なんですけども、次ですね。探してみろ。世界を変える額だ。この辺がですね、ちょっと隠れてわからないんですけども、とにかくですね、この世の全てをそこに置いてきたではなくて、世界を変える額だぞみたいなことが言われてるわけなんですよ。つまりロジャーは、海賊王になってですね、自分の宝をそこに置いてきたと。そのお宝には価値があって、世界を変えるだけの額に相当するぞみたいなことを多分言ってるんですよね。これってすごく重要な気がしませんかね。ということで今回はこの1話のですね、幻となったこのセリフをもとにワンピース深掘りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずですね、この世界を買うという言葉ですね。また出たっていう感じなんですよ。実はですね、このロジャーのセリフの他にも原作ではですね、この言葉っていうのは書かれたことがあるんですよね。それが第3巻の22話ですね。ガイモンと会った時に、ガイモンがですね、ルフィと別れる際に言ってるわけなんですよね。ガイモンがルフィに向かって、ワンピースはお前が見つけて世界を買っちまえと言ってるんですよ。ここからですね、いつかルフィは世界を買うんじゃないかとかね、そういうことは考察をされてる方とかワンピースファンの中ではちょこちょこ言われてきたんですよね。そして今回の幻のネームで、海賊王ロジャーがですね、世界を買うと。世界を変える額というセリフをですね、言おうとしていたっていうことが明かされたんですよ。なので今まで言われてきたこのガイモンの世界を買っちまえ発言がさらにですね、重みを増したと言いますか、小田先生の中では最初から世界は変えるものだとか、そういう概念がもしかしたらあって、でも第1話ではっきりそう書いちゃうと、読者の楽しみがちょっと減っちゃうんで、実は第1話の段階でもうすり替えてたということなのかもしれません。この世界を買うというのはどういうことを明示してるんでしょうか。皆さんはこれどう思われますかね。そもそもですね、世界を変えるっていうのはどういうことなんでしょうか。村とかですね、国単位であれば、今までですね、ココヤシ村とか、ドレスローザもそうでしたね。個人間での約束みたいな感じで、これぐらいの金額があれば、この村、この国をお前に譲ってやるみたいなことはあったんですけども、世界ってあまりにも広すぎると思うんですよね。誰にですね、お金を納めたら、はい、今からこの世界はあなたのものですとなるんでしょうかね。なんかですね、漠然とその相手っていうのは、天竜人とか世界政府とか、世界のトップの人たちっていう感覚ではあるんですけども、どういった状況になればそうなるかとかですね、かなり謎な部分があります。そしてまたですね、いくらお金を持ってて、それをその人たちに持っていったとしても、相手側が、いやお金の問題じゃないとかね、そんな風なことを言われたら、なんかそこまでな気もするんですよね。どういった状況であればこれは成り立つんですかね。例えば世界政府も第三者からすごくお金を要求される事態になるのであれば、それがあり得るんでしょうか。世界政府とかまだ出てきてないトップクラスの人たちですよね。イム様よりも上の人とかね、月の民とか太陽の神みたいな人が、俺たちの要求通りしないとお前たちは滅ぼすぞみたいなことを言って、それがお金だとすれば、天竜人たちもどうしようどうしようとなって、その時にめちゃくちゃ大金を抱えたルフィが現れて、そういう意味で世界を買うとかですね、そういうことはあり得るのかもしれないんですけども、今の状況で
世界を牛耳ってる人たちからお金で買うっていうのはちょっと不可能な気がするんですけど、この辺いかがでしょうか。またですね、ルフィっていうのは海賊王を目指してはいるんですけども、その先にですね、夢がありますよね。夢の果てっていうのがあるんですよ。それを聞いたですね、サボとかエースは、はって言ったりですね、お前面白いなっていうことでびっくりしてたわけなんですよね。で、ロジャーもそのセリフを言ったと言われております。例えばですね、あそこでもしルフィが、俺はいつか世界を買っちゃうんだ。ははははっていうことを言ってたのであるとするならば、どことなく周りの反応もですね、自然な感じがしますし、突拍子もないことを言うルフィっていうイメージともですね、合致すると思うんですよね。ラフテルにですね、ある本物の宝っていうのは、本当にですね、巨万を築けるような財宝の山でですね、それがルフィの思う夢の果て、世界を買っちゃうっていうことですよね。その手段として手に入れる。それに使うためにワンピースを見つけるっていうですね、そういうことはあり得るのかもしれません。白ひげがですね、言ってましたよね。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ、と言っていましたが、これもですね、先ほど言ったことの補完になりそうな気がします。あの宝を見つければ、ラフテルにある宝でしょうか。世界を変える額を手に入れることができるので、今のトップからですね、全ての地位を奪えてひっくり返すことができると、そういう意味につながってくるんじゃないでしょうか。はい、またですね、もし世界が変えるとするならば、その額っていくらぐらいになると思います？もう果てしないですよね。僕らが見てきたワンピースの世界の島々っていうのは、ワンピースの世界の中のごく一部なわけなんですよ。その島一つを買うのも一海賊団が買えるような金額ではないと思うんですけど、その全てを買わなきゃいけないというにはですね、かなりの額がいると思うんですよね。で、もしそのラフテルに巨万の富があるとしても、まずそれをですね、換金できる場所っていうのがないですし、もしですね、ベリーに換金できて、世界のトップから世界をですね、変えたとしても、その売った相手ですよね、世界のトップがまた大きなお金を持っちゃうことになっちゃうので、いろいろとですね、そこからまた逆襲みたいな感じでやられる可能性あるわけじゃないですか。実権は握ったものの、また世界の巨万の富っていうのは、天竜人とか世界政府、世界のトップが持ってることになるので、すぐにですね、また権力を奪われそうな気がするんですよね。これがちょっと解消されなきゃありえないなと思っていろいろ考えたんですけども、これってですね、もしかしたらワンピースの世界でお金の価値がなくなるということなのかもしれません。つまりですね、ワンピースの世界で一斉に世界中からお金がなくなる現象があると。そっちの方がなんかですね、可能性あるような気がするんですよね。例えばなんですけども、今ですね、悪魔の実、またいろんな謎がですね、秘められてそうっていうのが分かってきて、もしかしたらですね、ワンピースの世界で使われているそのベリーとかいろんな貨幣っていうのは、もともと悪魔の実の能力で作られていて、その能力者が実はいてですね、トップシークレットでいて、その人が亡くなったり気絶してしまったりして、その時に一斉にファッともうなくなっちゃうと。そうなると世界政府の人たちとか隠してる人たちっていうのは、お金を持ってる人たちですので、それに安住してるわけなんですよね。それがなくなるのが怖いんで、何かをひた隠しにしてると。マリージョアで隠してる秘宝とかもそれに繋がってくるのかもしれません。それとかですね、貨幣の価値がもう例えば20年後になくなるっていうことは、実は昔から決まってるとですね、そういうストーリーがあって、ラフテルにはですね、その未来にしか使えない貨幣がもうあらかじめ大量にあると。こういう寸法であればですね、また成り立つんでしょうか。20年後ですよね。オデンとかロジャーが待ちに待ってるその20年後なんですけども、昔ロジャーが言った時点ではその貨幣はまだ価値を持ってませんので笑ったと。で、その20数年後に現れる人たちにしかこれはね、使いようがないということで、みんなが笑ってたのかもしれません。で、それをルフィが取って、その時点でベリーとかですね、そういうお金の価値が、なくなる現象が起きてて、さっき言った悪魔の実の能力者が作ってて、ファッと消えるとかですね、もう何か決め事で、このベリーっていうのは何年までしか使えませんみたいなね、そういう制約があって、実はラフテルにはそういう貨幣があったと。未来に使える貨幣があるっていうことで、ロジャーは笑ってそれをみんな取りに行けよっていうことで処刑間際に言った可能性があるのかもしれません。どうなんでしょうかね。いや、ちょっとね、謎が多いですね。ちょっと今のはかなりとんでも妄想みたいな感じなんですけども、しかしこのですね、世界が変えるものとかですね、世界を変えるだけの額っていうのがですね、実際にネームの時に書かれておりますので、それがそのままの意味なのか、そういう例えとかですね、表現の一つとして書かれた。それはどっちかはわかんないんですけども、第1話の1ページのロジャーにですね、言わせようとしてたっていうことは事実ですので、やっぱりですね、ここは何かありそうだなっていうのが
がちょっと思いましたね。はい。ぜひ皆さんの意見も聞かせてください。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネルではですね、ワンピースの細かい発見とか考察、最新話の感想ライブとかやっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。またですね、パスタを食べるときに、フォークでくるくる巻いて食べるよっていう方はぜひ高評価の方をよろしくお願いします。いやいや、神木さん、そんな食べ方ってあるんですね。僕はですね、くるくるって巻いてそのフォークごとずっと食べてました。ごめんなさいっていう方は低評価の方をよろしくお願いいたします。じゃあね。